おはこんばんにちは。今日も月が綺麗ですね。どうも月見はおです。今日も僕と一緒に日本語を勉強していきましょう。今回は日本語の敬語を勉強するよ。まずは敬語の中の尊敬語を紹介していきます。それでは早速行ってみよう。日本では目上の人と話すときに丁寧な話し方をするんだよね。それを敬語っていう風に言うんだけど、敬語の中でも相手の行為を丁寧に話すことを尊敬語って言うんだ。実は3種類の尊敬語があるの。順番に紹介するね。じゃあ、まずは1つ目の例文を読んでいくよ。お酒を飲まれますか？これは目上の人の行為に対して使う言い方。飲みますかが飲まれますかになっているよね。これを動詞の尊敬形って言うんだ。尊敬形で話すことで相手に対して丁寧な話し方になるんだよ。じゃあ、作り方を説明していくね。じゃあ、一緒に動詞の尊敬形を見ていくよ。実はこれ、動詞の受け身形と全く同じなの。受け身形を忘れている人は前の動画に戻って復習しておこう。まずは1グループから。書きますは書かれます。言いますは言われます。2グループは食べますが食べられますになるよ。3グループは来ますは来られます。しますはされますだね。目上の人と話すとき、相手の行為をこの尊敬形にすると丁寧な言い方になるんだ。例えば、先輩はテニスをされてますか？って感じでね。テニスをしますを尊敬形にして、テニスをされますにしているね。受け身形と同じ形にするだけだから難しくはないよね。じゃあ次は2つ目の尊敬語を紹介するよ。お茶をお飲みになりますか？これも目上の人の行為に使うとっても丁寧な言い方。上司とか偉い人に使うよ。今度は、お、なんなんになりますという特別な言い方なんだけど、とってもよく使うんだ。じゃあ、この使い方も見ていこう。お、なんなんになりますの作り方。まずは、動詞の最初に、おをつけるよ。それから、ますを取って、になりますをつけるだけ。全部同じ作り方だから覚えやすいでしょ。ポイントは3グループの動詞とますの前が1文字の動詞には使えないってこと。いますとか見ますとかそれらには使えないから注意しよう。じゃあ例文を読むよ。先輩はバイクにお乗りになりますか？これも乗りますがお乗りになりますになっているよね。先輩にバイクに乗るかどうか聞いてるんだね。これもよーく使う言い方だから覚えておくととっても便利。じゃあ最後の尊敬語に行っちゃうよ。3つ目はこれ。コーヒー召し上がりますか？今度は聞き覚えのない言葉が出てきたね。召し上がりますって何かな？実はこれ、飲みますの尊敬語なの。尊敬語の中でも、こうやって形が変わる特別な尊敬語があるんだよ。つまり、コーヒー飲みますか？の、とーっても丁寧な言い方なんだ。じゃあ、他の特別な尊敬語も見ていこう。じゃあ、特別な尊敬語を紹介するよ。たくさんあるけど、上から読んでいくね。行きます、来ます、いますは、いらっしゃいます。食べます、飲みますは、召し上がります。言いますは、おっしゃいます。見ますは、ご覧になります。しますは、なさいます。知っていますは、ご存知です。こんな感じで、元の形と全然違うよね。相手の行為をこの尊敬語に変えると、とっても丁寧な言い方になるの。
例えば、昨日のメールをご覧になりましたかって感じでね。これも、見ますの尊敬語がご覧になります。だからこうなったんだ。特別な尊敬語は覚えるのがちょっと大変だけど、使えてたらとってもかっこいいよ。それでは今日の復習いってみよう。僕に続けて練習してみてね。3つの尊敬語を復習しよう。お茶を飲まれますか？お茶をお飲みになりますか？コーヒー召し上がりますか？上から動詞の尊敬形を何々になりますの形。最後は特別な尊敬語。尊敬語は3つもあるんだよね。少し、いや、かなり難しいけど、ちょっとだけ分かってもらえたかな。日本では敬語がとっても大事。みんなもちょっとずつ覚えて使えるようになろう。ということで、今日のお勉強もここまでです。敬語ってすっごく難しいけど、みんな頑張って復習しよう。これからも皆さんのお役に立てる動画を作っていきますので、応援よろしくお願いします。わからないことがあったらコメントにもお願いします。ちゃんと僕答えます。今夜もお月見ありがとう。それでは皆さん、また